チェキラートマイタジュアンです。今回はね、クイヒーラバルのコツというわけでね、レジェンドリーグからね、いろいろ話していこうかなと思います。というわけで、リプレイ見ながら早速やっていきましょう。はい、というわけで早速やっていきましょう。レジェンドリーグでね、いくつかクイヒーラバルをやっていくうちに、自分なりのね、レジェンドリーグのコツというかいろいろ分かったので、伝授していこうかなと思います。先日僕とガクのね、レジェンドリーグの話、対談みたいなね、動画上げたんですけど、そちら見た方いらっしゃるでしょうか。レイジの枚数をね、こちら援軍も合わせて5枚にしました。僕もね、ガクとかね、トツイエティでやってたんで、レイジが必要になるみたいな話だったんですけど、僕はトツイエティではなくて、結構試した結果、やっぱり、僕のスタイルだと、ドラゴンライダーの方が強いと思ったので、バルーンドラゴンライダーの方が強いと思ったので、援軍はトツイエティではなく、なんだけど、レイジ5枚型を採用しています。はい。で、レジェンドリーグでね、クヒラバルでの全開のコツは、簡単に言うと、新兵器の使い方と、タウンホール起動、そして陸オーデンの使い分けかなって思いましたね。この辺に注目してほしくて、で、なぜ、ベビードラゴンがね、結構優秀ですね。何に使うかっていうと、タウン起動だったり、あと、ベビドラとアーチャーがめっちゃ優秀です、これ。これね、バルーンとかガゴでタウンホール起動しに行っても結構ねミスっちゃって、ガーゴイルとかだとこの辺のタゲが先に入って起動できず、ベビドラじゃないとねタウン起動ができないっていうシーンが意外と多かったんですよね、やってみて。で、新兵器でタウンホールを打ち抜いていくっていうプランニングなんだけど、ここがね結構難しかったのでね、ベビドラ採用はねそういった意味でタウンホール起動という意味でもありかなと思います。はい、ここできましたね。本当はもっと早く起動してボンボン投げてた方が良かったと思う。当然ね、ホーミングとかあったら落とされてしまうんですけど、それはもうしょうがないです。どっちにしろバルーン、なんだろうな。ホーミングあったらバルーンもう一回合わせに行くし、ホーミング届く前に結構先に攻撃してくれることもあるんでね、ベビドラの移動速度と攻撃速度が速いんで。こんな感じでタウンホールをフリーにして、そのタウンホールに対して新兵器を合わせていって、クイヒーの方は穴開けかなんかでね、ゴリゴリ進めていくっていうのがクイヒーラバルの基本的な攻め方かなと思ってて、で、新兵器を孤立で使うことによって空に兵器が使えなくなるんですよね。そうなるとラバルパートが結構きつくなるので、ラバにトームとこのロイヤルチャンピオンは合わせるような形でトーム合わせてあげる。ロイちゃんも結構ラバルに混ぜる形が強いですね。レジェンドリーグって結構綺麗に取る形がなかなか難しいんで、割とね、ゴリ押しチックなアタックがね、どの戦術においても結構多くなったりすると思うんですけど、そういったことを考えるに、やっぱね、ラバとかロイヤルチャンピオンとか、より多くのユニットをね、トームに巻き込むっていうのがやっぱ一番大事かなと思います。はい。そんな感じで、今回も、新兵器だけでタウンホール壊しつつ、プラスアルファこの辺までっていうところなんですけど、これもうちょい早くしてあげれば、この新兵器もよりね、活かせたかなっていうところで、もう少し伸ばしていければもっと余裕の全開になったかなと思うんですけども、基本的な取り方はこんな感じです。さあ、どんどん見ていきたいと思います。こういう、やってる方はわかると思うんですけど、いわゆるボックス配置って言われてて、流行ってる配置ってタウンホール孤立で置きつつ逆サイドにヒーローだったり、クランチョンも逆にあったり、クランチョンの位置はね結構いろいろあるんですけど、でタウン裏にシングルインフェルノがあるんですよね。これが本当に厄介で、タウンクイヒが本当にできないんですよね。タウンに入れた後に壁をオールブレーカーつかないし、シングルインフェルノに捕まるっていうところで、タウンホールから突き進むタイプのクイヒができない配置が今多いです。そうなると新兵器でタウンホールを射抜いてあげるっていうことによって、タウンホールを無視するのでシングルインフェルノに専念できるみたいなね。もしくはもうシングルインフェルノを無視してタウンホールシングルインフェルノ両方を新兵器に任せちゃうなんてこともね、往々にしてありかなと思います。で、新兵器を使うってなると、トツイエティがよりもやっぱりね、援軍はドラゴンライダーの方が相性がいいのかなっていうところで、僕はドラゴンライダーを採用しているという形ですね。はい。で、この人マスク角入れるの結構めんどくさいんでね、もうインビジブルとかもったいないんですけど、今完全流れる流れだったんでね、使うしかないです、これは。こんな感じでシングル捕まらないようなところで援軍処理をしてあげて、で、レイジ増やした結果、こういう使い方しちゃうとね、フリーズ1枚しかないんですよね、もう。レイジは4枚あるんですけど、フリーズが1枚あるっていうところでね、こういう時に、やっぱりフリーズより、フリーズの方が大事だなって思ったりはするんですけど、ちょっといろいろ今、練習というかいろいろ試し中ですね。はい。で、ガーゴイルが起動してくれましたね、今回も。一応ここウォールブレーカー開けたのはね、アーチャーで起動させようかなと思って、アーチャーでちょんって触りに行って、
ベビードラゴンね、今回はサイドカットで使ってしまったので、まあ、今回は使えないってなるとアーチャーで起動が楽かなと思って一応穴消しといたんですけど、関係なかったですね。ということでね、アーチャーとベビードラゴンはね、タウンホール起動用として取っとくといいです。で、起動できる位置にタウンホールあります、普通に。関係ないような位置にあるやつは普通の別の攻め方をすればいいんでね。はい。こういうところもね、インビジブルが1枚余ってれば、ヒーラーの温存とかもできたんですけど、まあしょうがない。で、こういうのは、片方サイドのヒーローをキングロイちゃんで潰して、片方サイドに初手ラバストトライカトもしてあげることで、3ヒーロー処理ができます。はい。で、タウンホールを壊した新兵器は対地クロスには捕まっちゃうんですけど、シングルインフェルノのところ、結構対地クロスも多いんで、まあ、こういう形で残ったバルーンたちで、このシングルインフェルノを折りに行ってくれると。で、余ったレイジも結構強くて、まあ、ラバルに対してヘイストとかよりもやっぱレイジも乗ってるんでロイヤルチャンピオンもね強化されたりというところで全然綺麗な形ではないんですけど、こうやってゴリ押せるんですよね。これがねレイジ型のいいところですね。まあ、ヘイスト積まずにレイジっていうところでもうゴリ押しでいこうっていうそういう呪文構成なんで、綺麗に取るっていうよりはもうレイジでゴリ押しゴンゴンゴンみたいな、パワーで押していくみたいな。今結構そのパワーで押していく方が強いからね、どの戦術も。綺麗に取るっていうよりは、ユニットパワーを生かしてレイジでゴリ押すっていうのがね、まさにスーパードラゴンとかそんな感じですけど。さあ、今回はね、タウンホールもある程度あれなんですけど、さすがにこれはタウン区域できますよと。シングルインフェルノでもないし、もう、やっぱね、タウン裏にあるインフェルノがシングルかマルチかによって相当世界が変わります。これがマルチじゃなくてシングルだったらもうタウン区域、って感じだけど、距離が結構離れてるからワンチャンありかな。どうだろうな。きわいな。タウンホール横にね、多分これはもう明らかにドラゴン対策でこっち側に寄せてるんだと思うんだけどね。で、逆サイドに大空砲とかシングルとかイーグル固めてるってことで、タウンホールからドラゴンやっても、一応反対サイドで対策をして、逆サイドから攻めてきた場合は、エアスイーパーが吹くよみたいなね、コンセプトの配置だとは思うんですけど、これはドラゴンと見に行ってる配置なんでね、逆に言うと食い火からすると結構簡単に見える配置ですね。もうタウンホールから突っ込んでも投石機だったりマルチインフェルノだってもうこの辺全部一掃。食い火を殺さなければの話ですけど。今まで通り、タウン食い火もしっかりさせるところはさしていくと。で、ちょっと、ガクトのね、時にも言ったんですけど、クイヒーラバルとクイヒードラゴンライダー、戦術がいろいろあるわけですけど、今、レジェンドリーグやっぱりね、スーパードラゴンが流行ってる関係上、シングルインフェルノがすごい多いんですよね。ってなると、シングルインフェルノが出てきた時に、クイヒードラゴンライダーだと、クイヒーもきついし、ドラゴンライダーもきついしっていうところで、シングルインフェルノ1本でかなりきつくなっちゃうんですよね。対してラバルだと、シングルインフェルノが出てきても、ラバルの数の力で押せていけるので、シングルインフェルノが出てきてもラバルの方で押していけばいけるっていうところで、クイヒーラバルの方が今は幅広いのかなと思いますし、実際にね、僕の視聴者さんの中でも、ライダーやってた人がラバルの方がやってみたら意外と取れたみたいなこともね、言ってくれていたので、実際そうなんじゃないかなと思います。はい。これはね、クイヒーで取れるアドバンテージがでかいので、ロイヤルチャンピオンもこっち側で使っていきました。投石機とマルチインフェルノがなくなってるので、逆サイド、怖い施設がほぼないっていうところでね、ロイヤルチャンピオン使っていいというところの判断になります。はい。で、ラバルパートスタート。で、最近僕やってるんですけど、ラバ出さないですね。バルーンからのラバですね、順番は。そうすることによって、このタイミングでラバが来てくれるので、トームも奥の方で打ちやすいし、ラバを延命しやすいし、はい。ここでトーム打ってあげることで、ラバが延命できますよね。基本これでいいと思ってる、正直もう。ラバ出さない方が強いと思ってるからね、ラバゼロもワンチャン配置によっては全然ありなんじゃないかなと思ってる。結論こうやって余裕を持って余るし、ラバはね、どうだろうね。余っちゃってるんだけど、他の動画にも何回も言ってるんですけど、今ね、トッツウィズラバルの対策もあって、レジェンドリーグなんて特に、対空砲周りにね、ホーミングが2個セットで置かれてることすごい多いんですよ。そうなるとラバ出したところで一瞬で割れちゃうから本当に無意味でイーグル砲の竹取りにしかならないんで、だったら遅らせて使った方がラバを最大限活かせるよねって話です。じゃあちょっとね、陸オーデン型の話も最初にしたので、陸オーデン型もね、ちょっと見ていこうかなと思います。これ確か陸オーデンでやったはずなんで。はい。援軍がね、逆にクランジョが端っこすぎるので先に釣れるよというところで、こういうところでもアーチャーが効いてくるわけです。はい。ありがたいですね。
ね、アーチャーとベビドラ採用はね、割とありだなと思いました。サイドカットでもすごい便利だし、サイドカット以外でもターンホール起動だったり、こういう小技だったり、非常にありがたい。やってみて分かった。スニゴブとベビードラゴンとウィザーだと、サイドカットは豊富なんですよね。ただ、でもサイドカットに全部使うってわけではないっていうところがあれですね。で、リックオーデンでこの、投石の区画に突っ込みます。これ本来援軍出てたらここで捕まるんです。相当しんどいですよ。はい。シングルインフェルノも待って、ちょっとヒーラー打たれちゃうんですけど、シングルのね、火力がマックスになる前で止めていく方が強いので、はい。で、リックオーデンつけて、ロイヤルチャンピオンも足していって、テスラが見えてるのとロイヤルチャンピオン、ここら辺、かなり対策はされてるんだろうなと思って。で、オーデンが全然キングの方ついていかなくて、ぶっちぎれてましたね。早く前に行けよ、前って。なんで行かないのって思いながら、逆に言うとトームが余りましたね。本当はキングに回せれるようなトームが打てればベストだったんですけど、ちょっとロイヤルチャンピオンについたのか、かなり遅れてついていってしまいましたね。で、ロイちゃんブーメラン打ちつつ、ラバルにつく気配もなかったので、これはウォーデンとロイヤルチャンピオンにかけていくような形で。で、そうなると逆サイドのこの辺がきついんですよね。クイーン処理がきついので、しっかりフリーズレイジで余して、ストライカーに合わせてあげて。どうなんでしょうね。なんだろうな。やってみて分かったのがね、ウォーデンのついてない区域で結構きつい。ラバルって結構全然進まん。なので、こういう時、リクウォーデン型だね、ボマーが強いんですよね。ボマーとラバでしっかり竹取ってバルーンを守ってあげないと、ウォーデンがついてないので、超きついんですよ。なので、そういう意味もあって僕はボマー型を。リクウォーデンの時でもボマーが強いっていうところでね。例えばウッドランチャーとかがね、リクオーデンには相性いいんですけど、その場合ってこの辺からウッドランチャー流したところでなんですよね。角度も悪いし、突撃艦と人にね、とついてやっても、その人の形があるから、その否定をするわけではないんだけど、ラバルパートがきついリクオーデン型をボマーでサポートしてあげるっていう意味でね。で、はい。ちょっとこれは変則型なんですけど、ウッドランチャーでやってきました。で、これちょっと考えてみてください。これ冷静にね、食い火やろうとした時に、もう最悪なんですよ。タウンホール裏にシングルがあって援軍がかかるから、タウン食い火がもうきついでしょ。タウンホールのポイズン受けながら、シングルインフェルノ捕まりながら、対地クロス受けながら援軍処理をしなきゃいけない。もうタウン食い火無理です。はい。で、横から入るみたいなこともやりたいんだけど、ここ1マス空き、1マスってか空間になってるので、ウォールブレーカーつかないし、ここも穴が開いてることによって、ウォールブレーカーがね、多分つくのかなわかんないけど、対空砲に座れそう。怖い。いったところで、サイドカットできてないとちゃんと入らない。対空砲の横口がヒーラーに入るっていうところでね、割ときついので、逆サイドから攻めることになります。はい。うまいことね、この6軸区画の1マススペースにもうしっかりサイドカットして入れて、この金庫つないでタウンの方へ、で、この投石機をなんとかするみたいなことができればね、それでも取れると思うんですけど、30秒でちょっとその労力を、結構、いろいろ割かないとだなと思ったのでやめました。結構悩んでましたね、これは。で、結構、新兵器型とリクウォーデン型といろいろ話したと思うんですけど、逆サイドから行くっていうパターンもね、ちょっとレジェンドリーグでは必要になってくる時があって、こういうもうタウン周りからの食い火が絶対に無理ですみたいな配置に対しては、タウン逆から行かないとやっぱきついですね。それを今回ちょっと話していこうかなと思います。ドラゴン対策のためにティーザー配置って言われる軽く片寄せの配置で、イカ型って言われるような感じで、ああいうのもね、タウンホール逆から行かないときつかったりするんで、そういった配置を攻める時のコツみたいな感じかな。もうバルーンとかも結構序盤で割いて食いラバなんだけど残ったバルーン結構少ないみたいなね。とか、そんな感じ。もう逆から行って星1とのリスク、もうこっちから行かないとどっちにしろ取れないみたいなね。逆から行っても星2テーパーとかで終わっちゃうと思うんで。で、ここ、クロス両方開けます。で、片方を食い火、片方をキング入れるみたいな感じでね、やっていくのが強いなと思ったんで、そんな感じにやっていきます。はい。で、そうなった時に、これ、ずーっと悩んでたんですけど、ウッドランチャーでタウンまでご利用していくか、ボマー残してタウンからラバルするかですごい悩んでましたね。
結論こっちからにしましたが。さあ、援軍処理とかしつつ。はい。ウッドランチャー強い。こういうことがあるんでね、兵器はね、3種類絶対手元に置いといた方がいい。で、今回ちょっと見せれないんですけど、陸ウォーデン型でウッドランチャーを混ぜていく形も強くて、陸ウォーデンの方にね、キング、ロイヤルチャンピオン、ウッドランチャー、ちょっとリプレイ探そうかな。サブアカの方だったと思うんだよね。本アカじゃなかったから、ちょっとサブアカにリプレイまだ残ってたら次それ紹介します。じゃあ。残ってたら。で、こんな感じでもう食い火だけでほぼ全開しに行くような形。もうキングとロイヤルチャンピオン、ラバル展開までにもう 70% 超えてて、囲い込んでもう残った区画を削りに行くみたいなね。こういう取り方もしてあげることも必要になったりする。さあ、レイジがやはりこの編成だと多いので、ちょっと早めですが、間に合うでしょうというところで食い火も入ってるしね。で、裏からラバルをしてあげると。もう本当に回収裏ラバルみたいな感じでね。で、余ったレイジをバンとやってあげて終了と。こういうのもね、必要になっちゃうんでね。ちょっと本当使い分けと判断が難しいです。多分これかな。これだったような気がする。ちょっと見ていきましょうか。あ、これやったわ。これだ、これ。じゃあ今日これを最後にしようかなと思います。はい。これもね、新兵器ではなくて、ウッドランチャー型に切り替えて陸オーデンでやってたはずなんですけど、ちょっとね、どっちだったかな。いいや。ちょっとリプレイ見ながらにしよう。食い火でタウンホールと援軍処理と、ヒーロー処理あたりをしてもらいます。ここね、なんか1マス空いてるんで、ウォールブレーカーすごい楽なんですよね。もう1回開ける必要がないっていう。どっちにしろウォールブレーカーの数は足りてるんでね。空いてなくてももう1回開けてあげればいいだけなんだけど。誘導してあげのヒーローが当たるので、ストライカーを先にかけてあげて。はい、10。いいタイミングでしたね。で、ストライカーが援軍を釣ってくれると。ちょっと最近だと珍しいですね。アーチャー大量のストライカーが入った形。こういう時はしっかり援軍見てあげてね、先打ちで撃つんじゃなくて、アーチャーがたくさん出てきたところですぐ死ぬことがないので、少し貯めてあげてって形ですね。で、逆サイド穴開けしつつ、ウッドランチャーで反対から突っ込む形になります。はい。さあ、ウッドランチャー、陸ウォーデン。食い火の方はもうしっかり大丈夫そうですね。一応レイジを打っておいて、ロイヤルチャンピオン。このタイミングで目離せる時間を作る感じかな。さあ、トルネードとかも出てきたんですけど、バルーンも軽く添えてあげて、両サイド広がるように、どうせトム打つからね。で、巨爆も見えたので、ここでバーンとトムで、はい。大量のマナを吸いながら、このトムと一緒に進んでくると。これ強いね。で、ウッドランチャーが一応道を作ってくれちゃったりするんですよ。で、逆サイド広がるようにして、今回もバルーンからのラバー。イーグル砲はもう処理が終わってるので、問題ないというところでね。真ん中がシングルフィールドだったからね、今回は。はい。かなり空罠も出てきたりはするし、んですけど、呪文がめちゃくちゃあるんですね、この段階で。レイジも2発あるし、フリーズもあるし。じゃあ、ここね、なんだこのレイジは。さあ、ストライカーで処理していきつつ、呪文、ちょっとね、この辺の呪文の振り分けだったり、ストライカーの振り分けがあんまり良くなかったなと思ってたけど、プラン的にぶっ刺さってるので、これが前回まで繋がってるわけですよ。ウッドランチャーの使い道、陸ウォーデンとのね、タウンホールとの角度とかも合わせてあげてね。ちょっとね、呪文の使い方とか、兵器の使い分けが難しいかなと思うんですけど、かなりコツを話せたかなと思ってるので、ぜひ試してみてください。クイヒーラバルにベビードラとアーチャーを入れる意味やタウン起動とかいろいろ話せたと思うし、呪文構成に関してはちょっと自分でね、どの形がいいかをやってみてください。この編成だとね、フリーズとインビジブルが足りないので、だいぶちゃんと打たないといけなくなります。はい。なんだけど、食い火死んだ時にラバルでゴリ寄せるっていうワンチャンを生み出すこともできます。このレイジが多いと。レイジバーンガーンって言って。ロイちゃんさえ残ってれば、ラバルロイちゃんのレイジ型でね、ゴリ寄せたりもするんでね。いろいろ試してみてください。というわけで今回はこんな感じだと思います。チャンネル登録お願いしますので、ぜひお願いします。さよなら。